皆さんこんにちは。日本語教師のとしきです。今日は日本のコインランドリーについての会話を聞きます。選択する前の確認、機械を使う順番、店員さんに聞くときの会話です。旅行で役立つ日本語を勉強しましょう。今日の大切な表現は3つです。何々前に、何々してから、何々した方がいいです。この3つがリスニングで何度も出てきます。旅行中のどんな場面で使えるか考えて聞いてください。服を洗う前に確認するとき、機械の順番を説明するとき、友達にアドバイスするとき、そんな場面で役立つフレーズを練習します。それではリスニングに挑戦しましょう。ゆい、ここがコインランドリー？旅行中に服を洗いたいとき、便利だよ。日本の機械は少し難しそうだね。大丈夫。順番を見ればゆっくり使えるよ。何か必要なものはある？洗濯物とスマホかな。100円玉が何枚かあると安心だね。支払いは現金だけ？店ごとに違うよ。現金、電子マネー、アプリなどがある。使う前に店の案内を見た方がいいよ。じゃあ、服を入れよう。ちょっと待って。洗濯する前にポケットを確認しよう。ポケット？ティッシュが入っていると大変だよ。洗った後、ティッシュが服につくからね。それは困るね。レシートも出した方がいい？もちろん。ポケットの中に何も入っていないことを確認しよう。洗う前に一度確認する。そう。急いでいる時も確認した方がいいね。次は何を見る？服のタグを見るよ。水で洗えるか乾燥機を使えるかマークでわかる。わからないときは？スマホで調べるといいよ。大切な服はホテルでスタッフに相談すると安心だね。白い服と黒い服は一緒に洗っていい？心配なら分けた方がいいよ。別々に洗った方が安心だね。機械がたくさんあるね。ここには洗濯機と乾燥機があるよ。洗濯と乾燥が一つになった機械もある。洗濯乾燥って何？洗ってから乾かす機械だよ。初めてならそれがわかりやすいね。でも、スタートする前に時間と料金を見た方がいいよ。コースはどんなものがあるの？よく見るのは標準コースだよ。普通の服を洗うときに使う。少量コースは服が少ないときに便利だね。乾燥のみ、追加乾燥、毛布のコースがある店もあるよ。旅行の T シャツや靴下なら標準コースでいいよ。この機械を使おう。入れる前に中を確認してね。紙や小さいものがないか見るんだね。さあさあ。中は綺麗だよ。じゃあ、服を入れてからドアを閉めよう。服を入れてからドアを閉める。ドアを閉めてからコースを選ぶよ。コースを選んでから料金を見る。料金を確認してからお金を入れる。お金を入れてからスタートボタンを押す。完璧。てからは順番を言うときに便利だよ。服はたくさん入れてもいいの？入れすぎない方がいいよ。どうして？たくさん入れるとよく洗えないことがある。乾きにくいときもあるよ。洗濯物の量に注意しないといけないね。多すぎるときは分けた方がいいよ。少し面倒だけど、その方が綺麗だね。洗剤はどこに入れるの？
まず、表示を見よう。洗剤が自動で入る機械もあるよ。じゃあ、入れる前に確認した方がいいね。そう。自分で入れる機械もあるからね。洗剤がないときは？店の販売機を見るといいよ。でも、ない店もある。よし、スタートした。画面に残り時間が出ているよ。待つ前に終わる時間を確認するんだね。うん。スマホでタイマーをセットすると便利だよ。店を出てもいいの？大丈夫だよ。でも、終わる前に戻った方がいいね。次の人が待っている場合があるから？そう。服を長い時間そのままにしない方がいいよ。店の中では静かに待った方がいいね。うん。荷物も広げない方がいいよ。今日の表現少し分かってきた。例えば、洗濯する前にポケットを確認します。服を入れてからドアを閉めます。服を入れすぎない方がいいです。手順とアドバイスに使えるね。その通り。旅行中に友達へ説明するときにも便利だよ。あ、時間がゼロになった。ドアを開ける前に機械が止まったか確認してね。止まってからゆっくり開ける。さあ、服を出してから乾いているか確認するね。暑い服はまだ湿っている場合があるよ。その時はもう一度乾燥した方がいいよ。完全に乾いてから袋に入れた方がいいね。わかった。乾燥機だけ使うときは？乾燥機に入れる前に服のタグを見るよ。熱に弱い服は入れない方がいい。服を入れてからドアを閉める。時間を選んでからお金を入れる。暑い服が多いときは長めにした方がいい？うん。でも、長すぎない方がいいよ。服を取り出してから暑くないか確認するね。金具がある服は少し暑い場合があるよ。急いで触らない方がいいね。さあ、服をカゴに入れてからテーブルで服を畳もう。このテーブルはみんなで使う場所だね。そう。長い時間荷物を置かない方がいいよ。T シャツを畳んでから袋に入れる。靴下も揃えてから入れよう。帰る前に何を確認する？洗濯機や乾燥機の中を見た方がいいよ。小さい靴下を忘れている場合がある。周りも見た方がいい？もちろん。スマホや財布を置いていないか確認しよう。店を出る前にもう一度チェックする。これで安心だね。もし機械が動かなかったら？まず、表示を見るよ。ドアと書いてあれば、ドアが閉まっていない場合がある。もう一度閉めてからスタートする。さあ、お金と書いてあれば？料金を確認してから追加するよ。それでもわからないときは？店の人に聞いた方がいいね。短い日本語で大丈夫かな？大丈夫。すみません。はい、この乾燥機が動かないのですが。こちらですね。少々お待ちください。ドアが少し開いています。もう一度しっかり閉めてからスタートボタンを押してください。わかりました。ありがとうございます。今の質問、よかったよ。最後にマナーを確認しよう。他の人の洗濯物を触らない方がいい。
うん。終わったら早めに取り出した方がいいよ。食べ物を広げない方がいい。使ったカゴは元の場所に戻そう。夜に行くときは？明るい場所を選んだ方がいいね。行く前に地図アプリや店のページを見ると安心だよ。今日の流れをまとめるね。コインランドリーに入る前に持ち物を確認する。洗濯する前にポケットを確認する。服のタグを見てから洗う服を決める。服を入れてからドアを閉める。コースを選んでから料金を確認する。お金を入れてからスタートボタンを押す。待つ前に終わる時間を確認する。終わる前に戻った方がいい。帰る前に忘れ物を確認する。バッチリ。これなら初めてでも安心だね。それでは確認問題に挑戦しましょう。第1問です。選択する前にポケットを確認しますはどんな意味ですか？正解は A です。何々する前にはある行動より先にすることを表す意味があります。名詞や動詞の辞書形に前にをつけます。手順を説明するときや準備を言うときによく使います。第2問です。空欄に入る正しい言葉はどれですか？正解は B です。何々してからは一つ目の行動の後に次の行動をするときに使います。動詞の手形にからをつけます。順番をはっきり説明したい場面でよく使います。第3問です。服を入れすぎない方がいいですはどんな場面で使いますか？正解は A です。何々した方がいいですはアドバイスを表す意味があります。動詞の他形や内形に方がいいですをつけます。優しく注意したいときや旅行のコツを教えるときによく使います。今日の表現をもう一度見ましょう。何々する前には先にすることを言う表現です。選択する前にポケットを確認しますのように使います。何々してからは順番を言う表現です。服を入れてからドアを閉めますのように使います。何々した方がいいですはアドバイスを言う表現です。終わったら早めに取り出した方がいいですのように使います。コメント欄で今回の学習表現を使ってください。皆さんの感想も楽しみにしています。この動画が役に立ったらチャンネル登録をお願いします。コメントとグッドボタンもお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。